皆さんこんにちは、のらんです。先日ついにねディズニーランド行ってきたんですよ。ディズニーランドとディズニーシーにね行ってきたんですけれども、まず3月に収録した時にももボーロちゃんたちのねディズニー用の洋服を作って撮影をしたいぞって言ってたんですけど、もうね全然できなかったですね。ちょっと予想はしてたんですけども、やっぱ基本ね四六時中車椅子引いてたのでね無理でしたね。新幹線で1枚撮っただけっていうね状態だったんですけど、まあいいんです。楽しかったのでね。でこちらですね、ぬいぐるみバッジのダッフィーとジェラトーニ、男の子2人をねちょっとお土産でね買ってきたんですけどね、すごいですよね。お洋服がねめっちゃ可愛いなーって思って、こういうところをさ刺繍で表現したりとか、このね重ね着感を出したりとかね、すごいこう可愛らしいし丁寧な作りだなぁと非常に感心するわけなんですけれども、やっぱねこのサイズ感でこのクオリティとか出せると本当いいですよね。まだねなかなかやっぱ11センチドールサイズがね上手に私は縫えないので本当いいなと思いつつ、なのでちょっとね11センチドールサイズこう頑張りたいなということでね、今回はちょっとちっちゃい子のお洋服を作ろうかなというふうに思ってます。よいしょ。で今回作るのはピコニーモピーサイズのお洋服を作っていこうかなと思うんですけれども、作りたいのはまさにねこういうちょっと男の子っぽいというかねカジュアルな感じのお洋服をねいずれやっぱ作れるようになりたいなと思ってるんです。今までにもね何回かチャレンジをしてきてるんですけど、オーバーオールだったりとかねパンツスタイルっていうのはチャレンジしてきてるんですが、やっぱなかなかうまくいかないよなというところがあって、またね証拠りもなくチャレンジをしたいと思っています。で今回作りたい雰囲気としては、前ねこちら作ったんですけども結構前だな。この子は、ミディブライスのペブルケーキ&シュリンキングアリスちゃんなんですけれども、この子のねこの、つなぎ風のお洋服を前作ったんですけど、こんな感じのねかわいいかっこいい感じのお洋服をこのオビツ11ピコニーモピーサイズでも作りたいなと思うんですが、やっぱねパンツもですけどこのブラウス部分がね私の中でネックなんですよ。でさらにすごい欲を言うと、このミディちゃんですら難しいんですが、私やっぱね襟をつけたい。丸襟とかセーラー襟とかの襟をつけたいんですけど、もう私はね今のところ襟付け袖付けはね20センチ、できれば22ぐらいがねやっぱね作る限度なんです。11はね無理だということで、ようやく本題です。今日はどちらかというと、なので完成までお洋服を作るぞっていうよりは布の実験をする日になります。で何の布かというと、先ほどね大塚屋でね買ってきたんですよ。こちらちょっと開けてみますね。いやね皆さんすでにねご存知かもしれないですけど、ちなみに私は全然知らなかったです。大塚屋さんではですね、トイニットという名前で作られてました。でもね大塚屋のねオンラインショップの方ではねマジックスウェードって名前になってたんですけど、トイクロスって名前で100均でも売ってたりするらしいですけども、こちらですね、一応なんで大塚屋さんで買った時の名前でトイニットでちょっとお話ししていくんですけど、こちらねメートル660円だけの税込みでした。こちらのね特徴としては、ポリなんですけど、こんな風にね表と裏で結構布のね雰囲気が違うんです。こちらがね肝っぽい感じで、裏側はほんとつるんとした感じになってます。でどうもポイントとしてはマジックテープにくっつくらしくて、なのでこれを使って幼稚園とか保育園で人形劇とか福笑いみたいなのをね作ったりすることもできるので、トイニットとかいうらしいですよ。そういう現場でよく使われているそうです。でもう一個何がいいかって、フェルトみたいにね切りっぱなしでもあんまりほつけてこないみたいなんですよ。なのでそれこそシルバニアのね赤ちゃん最近すごい流行ってるじゃないですか。ああいう子みたいにめちゃめちゃちっちゃい子のお洋服を作りたい
っていう時に、やっぱり普通のね面だとほつけてきちゃうので、こういった布で切りっぱなしでフェルトのようにね縫うことでお洋服を作ることができるみたいです。で、どうなんだろうなと実際のとこね、これで作るとどんな雰囲気感になるのかをちょっと試してみたかったので、これをね買ってきました。そもそもの目的は襟で使えたらいいかなって思ったんですよ。なので襟以外の部分は普通の面とか使って襟だけこれにね置き換えたらいいかなって思ったんですけど、ちょっとせっかく30センチもね買ってきちゃったのでね、これだけで作ったらどんな感じになるのかなとかっていうのもねちょっと試してみたいなと思ったので、一回この布を使ってねオビツ11サイズ、ピコニーモ P でも着れるのでオビツ11サイズで襟付き袖付きぐらいのねサイズ感でどんな感じで縫えるのかをちょっとやってみようかなと思って買ってきました。で、袖の部分と襟の部分はもう切りっぱなしにしちゃって、もうなんなら後ろのマジックテープ止めのところも切りっぱなしでもいいのかなというふうに思います。一旦なのでねもうオール切りっぱなしぐらいでどんな感じになるのかのね一回実験をしてみて、着心地だったりとかね厚さ感だったりとかをちょっと試してみようかなというのが本日の動画です。で、ちなみに型紙の方はね毎度ですけど荒木先生のね、オビツ11の型紙の教科書の多分これかな、もう超シンプルな T シャツ、これに、こっちのね女の子の教科書に載ってる丸襟の型紙を、ただこれだとね縫い縁ありの状態なので多少アレンジしますけど、サイズ感としてはねこの型紙の教科書を使って、ちょっとねじゃあ、丸襟半袖シャツをちょっと作ってみようかなというふうに思います。はい、そんなわけでねまだね完成はある意味してないんですけれども、途中経過をねちょっとねお伝えしていこうかなというふうに思います。はい、まずねこちらのトイクロストイニット、ちょっとなんか言語統一したいな、トイクロスの方が一般的なのかな、ちょっとトイクロスに一旦しますね。こちらのトイクロスを使ってまずはね襟付き袖付きの切りっぱなしのお洋服をね作ろうかなって思ってまずやってみました。で、結論としてね一応こんな感じになったんです。ちょっとね欲を張ったといえば欲を張ったんですけど、せっかくなのでね袖付けもどんな感じかなっていうのもあったので、最初はね身ごろと袖一体型の型紙にしようと思ってたんですけど、もう検証ということでいいやってことでね一回トイクロスで襟袖身ごろ、これが、3分割されてるタイプの長袖ですねのブラウス、後ろ開きのブラウスを作ってみたらねどんな感じになるかなと思ってやってみました。こんな感じです。ちょっとね、最後まで仕上げてないんですけど、でもね後ろマジックテープ後留めれば一応形としては完成するとこまではいってるのでこんな感じになってます。やっぱねもちろん元々の触れ込み通りという感じで、このトイクロス切りっぱなしでも全然ほつけてはこないので、そういう意味でのね使い回しやすさみたいなのはすごくありました。なのでね襟とかももうこのまんまで全然いいのかなという感じだったんですけど、やっぱねまずこうやってねカメラ越しでお伝えできるかわかんないんですけど、あと色味のせいもあるんですけど、若干チープな感じがちょっとしちゃいますね。ブラウスって今言ってますけど、ちょっとこういう肝チックなね表面のテクスチャーなのもあって本格的な感じではないよなっていう風にはやっぱ映っちゃうかなという風に思います。逆に言えばね子供らしい可愛らしい感じはするのかなと思うので、使いどころとかねデザインによって全然使えるのかなとは思うんですけれども、やっぱりねオビツ11サイズぐらいだと
この袖付けとかまでね全部トイクロスでねやっちゃうとね結構やっぱ厚みが出ちゃうんですよね。でやっぱねネックでもあるんですけど、このね襟の部分当たり前ですけど身ごろ襟でやっぱね裏地、今回接着芯を使ったんですけども、こうやってね3枚重ねとか、あとは純粋にこの脇の部分ですよね、表身ごろ裏身ごろ、あとこの袖のね布の重なったとこみたいに30、40ぐらいになってくると結構やっぱ針がちょっとしんどくなってくるかなという感じですね。特に家庭用ミシン、私もそうですけど家庭用ミシンだとちょっと針がしんどみがありました。やっぱね縫い上がりもちょっと腕ピーンとなっちゃってね、なかなかちょっとこれで腕を下ろすとなるとだいぶシワがこうギュッと寄っちゃうので、ちょっと現実的ではないのかなという感じがします。ということでやっぱね当初の目的通りこのトイクロスはね襟だけとか部分使いの方がいいのかなというふうに思いました。切りっぱなしでね使えるので、それこそ好きな形に切ってペトッと布用ボンドで貼るとかいう使い方でもいいのかなというふうに思うんですけど、ちょっと何でもかんでもというわけにはいかないのかなという感じがしました。ということでね、ちょっと次は思考を変えて普通のニット地にトイクロスで襟をつけたらねどんな感じになるのかっていうのをやってみました。はい、こちらですね、シュガーカップスのキャンディルルちゃん、ちょっとこれを一回外して、はい、ちょっとね下入ってなくて申し訳ないんですけれども、こちらは、トイクロスの白の襟をもう切りっぱなしでつけて、で、ボディのね身ごろの部分はこれはねスムースニットですね、普通のよくあるスムースニットで、これね袖の部分ももう縫わないタイプの一体型のデザインにしています。どうですかね、これならね全然ありかなという感じがします。これならね全然いいかなという気がしますよね。トイクロスも正直めっちゃ楽でした。で何がいいってそうトイクロスほつけないので襟をねちょっと大きめに作っといて後でなんならね切ればいいんですよ。なんならこの分かれてるとこもねもうつないでいったまん丸の状態でつけちゃって、後でねここ真ん中だなってところで襟の形にカットしちゃえばいいので、それはねめっちゃ楽でしたね。どうしてもね普通にちゃんと襟作るとちょっと中心ずれちゃったなとか左右の座標ちょっと変わっちゃったなって時があるんですけど、それはねすごくうまくいきましたので、やっぱこれはね使いどころかなという気がいたしますね。いい感じに可愛くできたんじゃないかなと思います。後ろはこんな感じですね。ただね今回作ってみて思ったんですが、やっぱ元々の型紙がねオビツ11用の型紙ですので、やっぱねちょっとダボっとした感じになるんですよね。これはこれでね可愛いんですけど、もうちょいウエスト細めがいいのかなという気がしますね、これだとね。この辺はピコニーモピー用にいろいろ改善していかないとなというふうに思いますが、なんとなくねこの作り方でいろいろ応用ができそうな気がします。ということで実はねいろいろ買ってしまったんですよ、布を。ね、なんとなくトイクロスを触っててやっぱニット楽しいなってなった結果、ちょっとねニットを買いたくなってしまって買い足したので、最後に今日はね購入品の紹介をして動画を終わろうかなというふうに思います。まず一つじゃん。いやもうね私のダメな癖なんですけど、これまだねトイクロスでブラウスを作ってる最中に楽天で落ちっちゃいました。これトイクロスの歯切れのセットみたいなやつですね。ちょっと開けてきますね。よいしょ。こちらね、楽天の手芸ショップアルファさんってとこで買ったんですけど、トイクロスの 10cm×10 センチの、歯切れというかねカットクロスを20色セットってやつがあったんですよ。
もうね襟だけでいいかなって思ったので、今回ね結論として。でもやっぱ襟として使うにはいろんな色が欲しいじゃないですか。だけどねやっぱ多分需要がそんなないんだと思うんですよね、そもそも。なので大塚屋さんでは7色ぐらいかな。いわゆる本当虹の色みたいな色、赤とか青とか黄色みたいな色しかなくて、もっとこういろんな色ないのかなって、でしかもちょっとずつ欲しいなって思って、じゃあネットで買おうかなってことで今回探したらね、ちょうどいいですよね。こう10センチ10センチもありゃもう襟に使うには全然問題ないかなって思うし、足りんきゃまたね早い話なので、すごいめっちゃ色があるんですよ。どうしてもねそのトイクロスっていう名前でもあるように、どっちかっちゃねその小さい子向けのアイテムだったり、あとね UFO キャッチャーのぬいぐるみとかにもよくこういうね使ってるらしいですよ、素材を。なのでねどっちかっちゃビビッドな色がちょっと多くなっちゃってるんですけど、そんでもねこんだけ色があれば何らか合わせられそうな気がするのでね買ってみました。いやいいんじゃないですかね。こういうのがね家にあるだけであれ作りたいなって思った時に一応すぐねパパッと取り出すことができるので、ちょっと買ってみちゃいました。なんでねまたこれもね使っていきたいなというふうに思います。次です。これをね作った時に思ったんですけど、このスムースニット、これもねすごいね柔らかくて綺麗な色でね使い勝手いいんですけど、やっぱニット地もうちょっと開拓したいなっていう風に思ったんですよ。でこれオフホワイトというかねきなりっぽい色ですけど、もうちょっと他の色もね欲しいなと思って、ちょっと大塚屋さんにね物色に行きました。じゃん、こちらになります。でちょっとね開けていきますね。はい、まずねこちらの2色なんですけれども、スーピマコットンですね。スーピマコットンなんて読むんだこれ、去年5年なんて読むんだろう。天竺ニットです。スーピマコットンの天竺ニットですなので、一応天竺ニットということでいいのかなと思うんですけれども、綿 100% なんですけどね、いわゆるよく売ってる天竺ニットと違ってね、すごいなんて言うんだろう、つるっとしたね涼しい、まさにね接触冷感って書いてあったんですけど、涼しげな感じで、しかも薄手なので、天竺ニットってどうしても端の方くるっくるくるっくるしてくるじゃないですか。これも多少してくるんですけど、そんでもねすごく使いやすそうなニットだったので、オビツ11ピコニーモピーサイズぐらいの子だとね、こういうニットだと春夏のね薄手のニットのアイテムにいいかなって思って買ってきました。これねもっとね色あったんですけど、また私の悪い癖でねパンと買いそうだったんですけど、ぐっと我慢してね2色に抑えたんですけど、使い勝手よかったらねまたね色を買い足していきたいなと思って、とりあえずね2色30センチずつ買ってきました。はい、で次がねこちら、これ見てくださいよ。これニットじゃないみたいだけど、一応ニットって書いてあったのでニットなんだと思うんですけれども、一応これね大塚屋さんではハイゲージベア10ストレッチニット、もう何を呪文だな、もう何を言いたいのか全然わかんないので、もうすごいただ読み上げただけなんですけど、ニットだそうです。でこれの特徴はね綿じゃなくてナイロンとポリウレタンなので、シャリシャリした感じのね質感なんですけれども、でもね何が私これちょっとビビッときたかって、まず薄手なんですよ。すごく薄手なんですけど、でニットなんで多少やっぱ伸びるんですよね。伸び縮みします。このツヤ感あるので、これブラウスに使えんじゃないってね私の中で思ったんですよ。かねてからのね私の悩みなんですけども、オビツ11サイズでねブラウスとか作りたいんですよ。で毎回ローンの60とか80とかでチャレンジをすると一回も袖付けが全然うまくいかなくて落ち込むっていうのを繰り返してたんですけど、これならいけるんじゃないかなっていう淡い期待をね抱いたわけですよ。これでブラウス作ったらニット感そんなにないけどブラウスになるんじゃないって思って買ってきました。これはねもう完全興味本位で
買ってきたんですけど、ちょっとね良さそうだなって思って、これはね空張りほぼなかったです。こういう系の色しかなかったんですけど、良ければね使っていきたいなというふうに思いました。そんなわけでね、今回、ちょっとこうやってニットを買い足してきたので、せっかくねここまで検証も進んでオビツ11サイズでなんとかねお洋服を作れないかなと今模索してたとこなので、この辺のアイテムを使ってねちょっと一着仕上げていきたいなというふうに思うのでね、次回この辺を続きをやっていきたいなというふうに思っています。本日はトイクロスを買っていろいろ検証してみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。